こんばんは、花越紳士ソルトです。今回はね、ちょっと趣向を変えまして、初心者向けのパークの絆と警戒、そして血族、この3つについて、実戦でどれぐらい有効なのかをちょっと紹介したいと思って動画を作りました。ちょうどこの前の試合でその3つがうまく働いた試合があったので、今回それを見ていただいて、どれぐらい有効かっていうのを確認していただければと思います。こんばんは。今日もデッドバイデイライトをプレイしていきます。舞台はファザー・キャンベルス・キャペル、クロータス・ブレン・アサイラムですね。これも言っててどこのことなのかよく分かってないんですけども、今日は中2仕様のミンちゃんを使っていきます。背中にでっかいマークが書いてあるんでね、これ結構目立つんですよね。隠れてても見つかるケースが多いです。おそらくね、これスタートレックを意識してるんじゃないのかなと思うんですけどね。スタートレックといえばですけど、Amazon プライムビデオで、スタートレックピカードっていうのが、新シリーズが始まったんですよね。もともとネクストジェネレーションっていう作品で、そこの艦長になってたピカード、ジャン・デュック・ピカード艦長かなが主人公になって、彼の退役後の話っていうことで、今やってます。結構高齢な方なんでね、シリーズやって大丈夫なのかなっていうちょっと心配はあるんですけども、私は楽しみに見させていただこうと思っています。で、時間があるのでパーク構成から紹介します。セルフケア、警戒、しなやか、絆の4つです。この構成でずっとやってるんですけど、なかなかこれは生存率が高いので、これを採用していると。で、絆をつけたことで、かなりね、仲間を、今見えているように黄色く仲間が表示されるので、仲間のところに行くことで、1人だけ狙われるっていうことも少なくなるし、怪我を負っても助けてもらえると。やはりセルフケアだとね、時間かかるんですよね、治療をかけるのに。なので、やはり仲間と一緒に行動することで、全員の生存率も高まるっていうことで、これはかなりおすすめのパークになります。で、前回の動画でもお話ししたんですけど、警戒をつけておけば、キラーが破壊行動を行うと見えるので、これはかなり有効ですね。なので、キラーが見えたら、そこには近寄らないと。こんな感じでピンクで映ってますけど、見えるので、そこに近寄らないようにすれば、より隠密に行動できるということですね。で、おそらくキラーはマイケルですね。早くもレベル3に上がっちゃった。レベル3のマイケルにも近寄る必要はないので、別の場所を発電していきましょう。今、あそこにいるのかな。ちょっと、仲間のとこに行きたいものの、危険な感じがする。メアですかね。あそこにいますね。こんな感じで、どこに行っているのかが一目でわかるので、それを避けていくこともできます。ただしね、破壊行動をしないとわからないので、そこは要注意。レベル3のマイケルであれば、心音がするはずなので、それを聞きながら、レベルが下がりましたね。ただレベル2でも十分音は聞こえるので、心音プラス警戒のパークでより見つからないようにプレイしていきたいと思います。ここだとね、黒い服でもそう目立たないと思うんですけど、ただ背中側を見せるとちょっとやっぱりはっきり見えちゃうので、そこは良くないかな。こっちの方が見やすいかな。あそこに多分チェイスしていますね、今。おそらくネアだと思いますけど、ネアがチェイス中だと思われます。なので、こういった絆の効果で、今、キラーと誰がチェイスしてるかっていうのが分かるので、どこに行ったら危険かっていうのも分かるという、かなり便利なパーク構成ですね。なので、この絆と警戒を両方つけていれば、大概のキラーからは逃げれると。あまりナースとかだとちょっと効果は低いかもしれないですけど、それでも全然ないよりはいいので、隠密行動をしたい方はこういうパークをつけたらいいんじゃないかなと思います。ぜひとも初心者の方にはつけていただきたいパーク構成です。釣られるかな。で、キラーがバーベキュー&チリというパークをつけている可能性があるので、あれは生存者を釣ると4秒間だけ
他のサバイバーの姿が見えるので、それを防ぐためにロッカーに入る。ロッカーに入っていれば見えないということですね。で、釣られた人が今、血族というパークをつけているので、サバイバーとキラーの姿が両方見えると。キラーは、釣った人の周りをうろついているのがよくわかりますよね。助けに行くときは、あれを見て、キラーがいなくなったら助ける。時間がなくなったらね、無理級でも助けないといけないんですけど、あまりにも長時間釣られると死んでしまうので、そうなってしまったら3人でプレイすることになるので、それはちょっと不利に、こちら側が不利になってしまう。ということで、本当に血族の効果で完全にキラーがどこにいるかが分かりますよね。今若干離れたので、また戻ってきた。この壁の裏に見るのが丸分かりですよね。で、向こうからは見えないですよね。で、離れたのが見えたので、こうやって助けると。ただ戻ってくると思いますけど、とりあえずしばらくは壁になって、人質交換ですね。多分こっち追ってこないと思うけど、来たか。離れましょう。今回ちょっとキラーがね、変なキャンプをしてしまったんで、発電機がもうすぐついちゃったっていうのは、あんまりだからああいうプレーはしない方がお互いのためだろうなっていうのを。今一人傷ついてるというか、さっき下ろした人がまだ回復できてない。多分回復パークを持ってないんでしょう。おっとっとっと、そこにと門番になってる。どうする気なんだろう。あんまりね、見られてしまうとレベルが上がってしまうので、今マイケルはレベル2なので、あんまり見られたらレベル3に上がってワンパン状態になるので、ちょっと脱出が難しくなるってことで、やっぱりさっき下ろした人は回復できてないですね。直そうか。いいの直すけど。やっぱり直す。で、向こうのゲートにいた人も脱出したので、もう残りはこの3人だけだから、もう出てしまいましょう。絆と警戒、そして血族の力で、難なく脱出できたと。かなり強力なパーク構成ですよね。今回は初心者おすすめパークと、その効果についての実践ということでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ再生リスト等もご覧ください。